動画をご覧の皆さん、こんにちは。前回の動画では星のやバリに泊まる様子をご紹介いたしました。こちらの動画ではバリ島から帰る様子をご紹介したいと思います。とりわけ途中で立ち寄るマレーシア航空ゴールデンラウンジのところの様子もご紹介いたしますので、最後までご覧いただけますと幸いです。ホテルから空港まで、渋滞がかなりひどくてですね、行きは1時間弱で行けたところが、帰りは2時間ぐらいかかってやっとバリの空港に、戻ってまいりました。では出発ゲートに向かっていきます。まずはチェックインですね。こちらチェックインカウンターですが、もう時間が迫っていたのがガラガラでした。でラウンジのインビテーションをもらいました。こちらはエメラルド会員だからもらえたものです。出国審査もあっという間に終わりました。入国の時はね30分ぐらい並んだのでスムーズで良かったです。こちらがプレミアラウンジというラウンジになっておりまして、マレーシア航空ビジネスクラス利用者やワンワールド会員が利用できるものになっております。ラウンジ内結構混み合ってまして、席取るのも一苦労でした。食事はサラダ、軽食、デザートなんかもかなり豊富にありますので、もうここでお腹いっぱいすることもできるんじゃないかなと思います。これね、サテみたいな、つくねみたいなものですかねがあったりですとか、こういったチキンの料理なんかも置いてあります。サンドイッチも置いてありました。またバーカウンターではですね、お酒も注文できるようになっておりまして、こんなカクテルも注文している人もたくさんいました。ビールは缶でしたのですぐに出してもらいました。はい、では搭乗ゲートに近づいてきましたので、こちらが、乗る飛行機になります。こちらのフライトは MH850、飛行機の機材は B737-800 ツインジェット機になっております。座席は3列3列の真ん中に通路が、あるタイプですね。なので行きの飛行機よりちょっと狭い機材になってますね。一番乗りで乗ってしまったせいでですね、CA の方に案内してもらいました。はい、では荷物を入れていざ出発ですと思ったんですけれども、ここでトラブルが発生しまして、この後ですね、この飛行機1時間ぐらい離陸を待ってしまって遅延になりました。なので行きも帰りも1時間ずつ遅れるっていう、この、クアラルンプールバリ間の飛行機でした。結構毎日のそのフライトスケジュールも見てたんですけど、結構遅延しがちかなという感じですね、印象としては。なのでちょっとこう難しいところではあるんですけれども、マレーシア航空やっぱ安いので、バリに行く一つの手段方法としては選択肢にこんな、遅延ぐらいだったら残るのかなという感じです。ようやっと離陸しバリ島に別れを告げます。伝統的な特徴的な赤い屋根の建物と海岸ですね。やっぱバリいいですね。今度はやっぱり海側行きたいなって思っちゃいますね。特にバリ島で一番高い山アグン山も見えてきました。また来たいと思います。はい、では機内食ご紹介します。本当ね3時間ぐらいのフライトなんですけど、行きも帰りもちゃんと出て、帰りはこんなようなビーフンヌードルでした。美味しくて本当に珍しく機内食平らげちゃいました。こんなようなマーブルスポンジケーキなんかもデザートでついてます。飲み物はお水がペットボトルでもらいました。はい、3時間経って、到着の頃にはもうクアラルンプールは夜景です。ここから、クアラルンプール国際空港に着陸していきます。はい、では、ゴールデンラウンジや日本までの飛行機の出発ゲートであるところまではバスで移動いたします。昔はなんかスカイトレインみたいなのがあったようなんですけど、今工事中なんですかね。はい、ではゴールデンラウンジサテライトに戻ってきました。いやもうなんかあっという間にまた戻ってきたなという感じです。着いてすぐにシャワー浴びました。こんなようなブースがついているもので、トイレと洗面台もついています。タオルは1枚ありまして、ヘアドライヤーが確かなかったので、ちょっと女性はきついかなという感じかもしれません。ではこの後食事に行きます。でですね、ちょっとこの食事なんですけれども、2つメニューを並べてみました。私3月に行った時と、今回8月に行った時っていうところで、だいぶメニューが変わってるんですね。で、サラダとかスープはそんなに大きな差がないんですけども、メインコースにですね、前は、ビーフ、牛肉があったんですけど、今回なくなってましてですね、鶏肉になってました。で、この後飲み物ももらうんですけれども、シャンパンがなくてスパークリングワインしかないって言われてしまったんですね。
なのでこれ一時的なものだったらいいのかなと思うんですけども、もしかしたら提供されるメニューがダウングレードされてる可能性があるかなと思います。ちょっとまたもしゴールデンラウンジに行かれる方がいましたらですね、ぜひちょっとこの情報ありましたらコメントなどで教えていただけるとありがたいです。さておき、コースをいただけますのでありがたくいただきます。サラダはシーザーサラダを注文いたしました。スープはクラムチャウダーです。トレやビールを一緒にもらってます。こちらがチキンルラード、鶏肉のロール巻きの料理ですね。で、デザートは珍しいなと思ったのでオペラを頼みました。これだけね食べて飲めればもう十分かなという感じです。はい、では帰りの飛行機です。MH88 便クアラルンプール発東京成田空港行きの便となっております。こちらがエクストラレッグシートって少し足元が広いシートですが、我々の席はエコノミーですのでこちらに座ります。実際機内の混雑具合としては、結構空いていたので、一緒にいた、人もですね途中で空いてる席に移動しておりました。帰りは東京成田まで約7時間のフライトでした。特に遅延することもなくスムーズに出発しております。出発してすぐにこのような軽食が出てきまして、ビールを一緒にお願いして、もうすぐに寝る準備に入りました。ふと目を開けるともう朝焼けが見えてきております。レッドアイフライト深夜便、結構体力持ってかれるんですけども、この景色を見るとやっと帰ってきたなという感じがするので、これはこれでいいんですよね。で、到着前にはちゃんと朝食も配られました。海外あるあるですけれども、パンとご飯がついてくるというものでしたね。味も美味しかったです。はい。で、あっという間に東京成田に到着となります。はい。バリ島3部作でしたけれども、ご楽しみいただけましたでしょうか。またですね、機会がございましたらバリ島行ってみたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。